大阪の自宅から26時間かけてドゥブログニクに到着しました。今回はマイルを使った旅なので遠回りをし時間がかかってしまいましたが、大阪からでももっと近いルートはあります。空港からドゥブログニク市内はバスでも移動できますが、今回はロストバゲージなどのトラブルで遅くなってしまったので、ウーバータクシーでホテルに向かいます。実は私、ウーバータクシーを初めて使ったんです。なんか白タクのイメージがすごく強くて、ちょっと敬遠してたんですけれども、今回使ってみてハマりました。多分これからも使います。今回泊まったこちらのシティホテルドゥブログニク、結論から言うととっても当たりなホテルでした。部屋が広くて綺麗で料金が安かったのが一番のポイントですが、スタッフの方たちがとても親切だったことも印象的です。ロストバゲージ、所在がすぐに分かったのでディレイドバゲージとなりましたが、電話がないので航空会社とのやり取りなどに困っていると、ホテルの方たちが手伝ってくれてとても助かりました。ディレイドバゲージ中で足りないものが多いので、ホテルの近くのスーパーに買い物に来ました。こちらのリボラはクロアチアのダルマチア地方を中心に80店舗以上を展開する地域密着型のスーパーです。洋服やメイク用品以外は調達できそうです。旅先でのご当地スーパーは現地の食文化やリアルな生活感を体験できる最高の観光スポットです。その国のスーパーの価格を見て日本の貨幣価値を再認識する貴重な機会にもなります。ドゥブログニクのメインの観光地は旧市街です。私たちが泊まっているホテルから旧市街は今通ったバスで行けるようですが、娘が歩いて行きたいというので45分かけて歩いて向かいました。要塞が見えてきました。ドゥブログニクはクロアチア南部のアドリア海に面した要塞都市です。地中海交易の拠点として繁栄しました。大火や大地震などの度重なる災禍に見舞われますが、その都度再建され、1979年に世界遺産に登録。1991年の内戦で壊滅的な被害を受けますが、市民の手で復元され、アドリア海の真珠と謳われた中世建築の美しい街がよみがえりました。ドゥブログニクを見ずして天国を語るなかれと言われるほどの絶景を誇っています。旧市街の中心まで降りてきました。このエリアにお店やレストランなどがたくさんあります。このプラザ大通りに時計塔、スポンザ宮殿、総督邸、聖グラホ教会などがあります。ドゥブログニクはローマと同様にジェラートが有名だと聞いていましたので、ジェラートを食べてみました。私はスイカ、娘はマンゴー味です。ドゥブログニクにもドゥブロブニクパスというものがあります。パスには城壁や博物館への入場、公共交通機関の乗り放題などがついています。今回私たちは購入しませんでしたが、観光施設をたくさん回る方はお得なパスになると思います。
お疲れモードの娘は嫌がっていましたが、せっかく来たのだから城壁にぐらい登ろうよと説得して城壁に登りました。この日はすでに夏料金になっていて、大人が40ユーロ、18歳未満は15ユーロでした。内戦により1991年から1998年の間は世界危機遺産となっていたドゥブログニクですが、内戦が収まると世界中から復興支援を受け、短期間で復興を遂げ世界遺産に復活しました。その際に内戦で砲撃を受けた建物は新しい瓦に吹き替えられたそうで、この綺麗なオレンジ屋根は比較的新しいもののようです。ドゥブログニクはスタジオジブリの紅の豚や魔女の宅急便のモデルとなったと言われていますが、魔女の宅急便は実はスウェーデンのストックホルムとギズビーがモデルだとスタジオジブリが認めているとか。まあ同じテラコッタ色の屋根なので近からず遠からずですよね。現在のドゥブログニクはヨーロッパで1位2位を争う洗練された大人のビーチリゾート地です。旧市街ですれ違う西洋の観光客の方々は皆さん高級そうな衣類に身をくるんでいました。城壁は約 2km、 カフェレストランなどもあるのでゆっくり見て回れます。ただ帽子や日傘は届いていないスーツケースの中で、日光アレルギーの私にとっては辛い環境。娘ももう降りたいというのでランチに向かうことにしました。シーフードが有名なドゥブログニク、シーフードが美味しい店を検索してこちらのお店に行き着きました。ダルマティーノ・ドゥブログニクというお店です。旧市街のメインストリートから階段を上ったところにあります。ブロッコリーのスープ、タコのサラダ、カラマリソテー、どれもすっごく美味しかったです。フランシスコ会修道院にある世界で3番目に古い薬局に観光客に人気のコスメがあるという情報を見たので行ってみたのですが、この日は土曜日で薬局の営業時間の終了は13時。時計を見ると12時55分だったので、なんだか迷惑になりそうで入るのをやめました。薬局内部は写真撮影 NG だったのでお見せできませんが、調剤薬局のようになっていて、きちんとカウンセリングしてから薬剤師さんが品物を奥から持ってきているようでした。買うと決めてから入店した方が良さそうです。アドリア海のサンセットを見るためにスルジ山の山頂に向かいます。ウーバータクシーで向かいました。スルジ山には旧市街から出ているロープウェイで向かうのが一般的なようですが、この日は運休していたんです。しかも2人だとウーバータクシーの方が料金が安いのでウーバータクシーで向かいました。ロープウェイの料金は往復で1人27ユーロ、ウーバータクシーの料金は片道21ユーロほどでしたので、チップなどを考えてもウーバータクシーの方が安いと思います。スルジ山には夜景を見ながら食事ができるレストランがあります。ただこの日は夜のレストラン営業はしないんですと言われたので、飲み物だけいただいて帰ってきました。帰りのウーバータクシーがすぐ来てくれるか心配だったのですが、近くに待機していたようで呼んで1分で来てくれました。
夜景の見えるレストランで夕ご飯を食べる気満々だったのですが、それが叶わず、ホテルに戻ったら娘がもう出かけたくないというので、朝ごはんの残りと持ってきたもので夕飯を済ませました。翌日はお昼の便でローマに向かいます。朝起きてホテルの周りを散策していると、人気っぽいパン屋さんを見つけたので、そこで朝ごはんを買いました。私はポピーシード、ケシの実ですね、が入っているパンを買ってみました。見た目も味も乾いたあんこのような感じです。人気店のようなだけあって、とっても美味しかったです。ビーチリゾートとしても人気のドゥブログニクのベストシーズンは5月から9月と言われています。11月から4月はオフシーズンで休業店も増えると聞いていましたが、3月下旬の今回、お店は結構空いていました。これからローマに移動します。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。